おばんちゃございます。ノーマンズスカイやってまいります。国和です。琥珀さんいらっしゃいませ。そろそろ水銀を食べないと死ぬぜ。某寿司ゲームの某寿司ゲームのやつじゃないですか。そろそろ水銀を食べないと死ぬぜ。うますぎるこんばんばん。ケイタロさんもこんばんは。ビッグバン風。ビッグバンってアーティストわかるかな？ニュアンスが違うのかなコメントのセンスで負けた負けた勝負手段かな。今日もありがとうございます。グーテンアーベント国和ダンケハートマークがかわいい。ダンケありがとうございます。小松さんいらっしゃいませ。ノーマンズスカイやってまいりますぞ。というわけで水銀をね食べないと死にますんで、水銀パクパクしてね新しい建築素材を獲得しつつやっていこうと思いますればよろしくお願いいたします。水銀あまりにもうますぎる食べたら死んじゃうけどねはい、ロブスターの背中からお送りしておりますのでね。じゃあこれから水銀集めの方から始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。あまりにもねこの星は何もないので、ここで水銀のミッションスタートすると大抵他の星に飛ぶことになるんですけどね。やっていきましょうか。やってまいりましょう。今日もね制限時間がありますんでね、明日も朝起きる時間が早いのでなるべく早めに済ましていきましょう。多分1回2回ぐらい遊べるんじゃないかな。400、800いけるかな。水銀飲まずにはいられない。みんなしてワイに水銀を摂取させようとする。違うそういうのじゃないね。では惑星にある補給所を襲撃ということでね、まずはこの襲撃ミッションからやっていきましょう。行ってきます。国風賊になるの巻。よいしょー。はい行こう。今日はね配信終わったらすぐに寝なきゃいけないので、今日はね栄養ドリンクとかじゃなくてお茶を飲んでおります。お茶もカフェインなんだけどね。レッドブルよかマシでしょ。お、隣の惑星でよかった。需要に応えるためせっせと水銀集めなきゃね、集めなきゃいかんからね。やっぱ水銀がないとね建築のしようがない部分いっぱいあるですからね。これはねちゃっちゃとやっていかなきゃいかんわけですよ。よいしょ。資源貯蔵所を守れって書いてあるな。攻めるんじゃないんだ、守るんだ。あんまり守る方は経験ないかもな。それだね。向きがだいぶそれたのでいいよ。よし、何の用意もしてないがこのまま突っ込んでって防衛できるのかしら。賊に襲われてるだけか。下手するとコルベットよりも通常の戦闘機の方が戦闘力高かったりするからね。これで良かったのかどうかはちょっと曖昧なところで、この辺で減速して周りを見渡すと多分建築物がどっかにあれかな、貯蔵所って書いてあるからあれなんじゃないか。違う？へい。
見つけて破壊するって書いてあるわ。多分ここでね。よいしょい。はい、しょいしょい。こんにちは。今のままの武器で戦闘始めるとね、敵が強くなりすぎて大変なので、こいつに切り替えます。やったー、ブラスターでバチコリ倒していきますか。はいしゃい。みんなは知らない水銀の鉢、集める、購入する、建築する、その繰り返し。そうなんだよね、その繰り返しなんだよな。あ、しまった。防音室のライトの電池が切れた。ちょっと僕のピンクのお姿がもしかしたらうまく動いてくれないかもしれないですけど、変な動きしたら教えてくんなまし。よしよし、やっちゃうぜ。あとはもう一箇所かい。破壊 OK かな。ついでにちょこっとあれだね、この辺も何体か倒しておいて拾えるアイテムちょっと増やしとく。あ、まずいかも。戦闘下手くそだから離脱した方がいいかも。あ、戦闘下手くそだから離脱した方がいいかも。離脱します。この戦闘 BGM もよく聞くとかっこいいね。やっぱね、かっこいいわ BGM が。これしばらくここにいれば勝手に戦闘終わるかな。変な動きしたら、うわー、国和さんがゲッターしてるって離脱しなさい国和くん行きなさいシンジ君脳内再生余裕でした。昨今美里さんはショタコン説が出てるからね、昔からか。あれまた見つかった？戦闘継続中？ああ、見つかってるわ。なんなら船乗ってるわ。これこの場で撃った方がいいか。当たる？当たってない？当たってないね。ここに入ってるやつだけとりあえず撃っとけばいいか。ちゃんと家宅侵入罪だよ君。よくないと思う僕そういうの。ラッキー。よし、あとはもうちょっとしたら探査が終わる。オッケー、戦闘解除。よかった。よし、じゃあ満を持して離脱。離脱の必要ないのか。この場でミッションクリア報告しちゃえばいいのか。あざーす。あれダメだ、中断だ。あ、これ別のところ行ってなきゃいけないのか、もしかして。大阪じゃ、ほら開けろ、出てこんかい大阪府警大阪府警怖いあ、これミッションポイント何個も壊さなきゃいけないのか。めんどくさいわね。1個2個で済んでくれりゃいいのに。複数箇所襲撃しなきゃいかんようだ。よいしょ、飛びます。 OK、 お茶飲みながらね。宇宙まで管轄だったのか大阪って比例だなほら大阪はさ、一歩違えば独立国家だからさ、京都府とか大阪府はね、ギリギリ独立してると言っても過言じゃないから、規模的にはね。あそこだけ法律違ういわゆるネオ東京みたいな感じで、ネオ大阪とかあるかもしれない。開けろ、センチネル死刑だね、大阪民国。いや、ほんとそう、ほんとそういうことになるからね。危ないから、独立してるから。沖縄と北海道ぐらい独立してる可能性あるからね
偏見でいろいろ喋りまくってるけどあれだから日本も宇宙に進出したら確実に弱くて1個占領して大阪と京都は独立するからね。間違いないよ。道頓堀地区とか言って日本の国土と同じぐらいの範囲が全部道頓堀になってると思う。あれ道頓堀って大阪だっけか、違うっけ。ビッグサーカービッグサーカーありそうだな。なんか近場にそれっぽい建物が見当たらんが、あれなんだよな、直接下に降りてから歩いて探すの尺なんだよな。あった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 。目はいいからね。国風目がいいんでね、こういうオブジェクトは見逃さないわけですよ。この辺でいいかな。ギャラクティックサーカー大阪の王消えたか。よしニュー梅田州軍政ニュー梅田州政軍何でもできるな。宇宙日本何でもできるぞさっきは失敗したからこの辺をね破壊する前に拾えるアイテムみんな拾ってから、まあ、対してねこの辺拾ってなんか美味しいものあるかって言われたら微妙なとこだけど、拾わなくてもいいか。アイテムかさばるんだよね。よっぽど美味しいもん入ってんだったらいいけど、そうじゃないでしょ。こんなんだもんね。そうめちゃくちゃ過ぎて笑う何でもありだもんね。本当に何でもありだから、もう1個チャージしていこうかな。よし、大阪と構想どころじゃねえ、宇宙規模だからね。次惑星見つけたらギャラクシー大阪とか名前つけようかいやどうしよう、嵐の中で戦闘するの嫌だな。まあいいか、どうせ船に乗れば一緒だ。殴ります。リロード。 OK、 破壊は済んだんじゃないか。破壊は済んだので自分の船場で走り抜けて、自分の船のケツこっちか。おケツ、船のおケツ、よいしょい。ふうでここを閉めると。バイバイちゃん OK で時間の経過を待ちます。これで発見されないのでは。ダメ。新世界も移生しなきゃそうね、移生しなきゃいかんね。いいな、日本の地名の名前はギャラクシー規模で星につけていくのは面白そうかもしれない。まだね星とか土地とかの命名ちゃんとしたことなくて、このゲームで基地の命名はしてるっすけどね、そんなもんなんであんまりね。大阪こんにちは、忍者スレイヤーです世界観が本当に世界観が変わっていく。あれなんか検知されてんな。なんかずっと検知されてるぞ。なんだおかしいな、扉閉めてるんだけどな。高低差変えなきゃダメ。ちょっとこの辺に詰めておくか。このさ画面に映ってるさ、なんかセンチネルのマーカーがあるんだけど、多分白く丸がついてるマーカーはこっち発見してなくて、白い丸で囲われてない白いちっちゃい粒で4箇所囲われてるマーカーがこっちを認識してるセンチネルなんだろうね。困ったね。あ、よし、カウント始まった。あとあれまた検出された。なんで上から検出されてるのかこれ、もしかして。いやーね、ちょっと奥入ろう。まあセンチネル君が飽きるまでちょっとここに
居座ることにして、通天閣飛び越えて通性閣を立てよう。でかいね、規模がでかくて面白そう。通性閣いいっすないい、センスが良いいいね。宇宙規模ならありそう。出待ちの目はごまかせない強火ファンだ。怖い強火のファン怖い。数次元格とかどうすか。次元を超えていく感じ次元を超えていく天閣、熱いな。大名もいいところ。もう大名というよりも本当に一つの星の王やね、完全にまあ日本の範疇がもう一銀河になってるかもしれない。一銀河日本と呼んで各星を大阪とか東京とか呼んでる説があるなんか奴らマジで全然いなくならないね。どうやってこっちのこと検知してんだろう。やっぱりバトって何体か打ち取らなきゃダメか。めんどくさいわね。いやねなんかすごく。あと20秒のカウント始まるけどすぐ検出されちゃうからね。やっぱりこっちを認知してるやつがおるんや。めっちゃ見てますわ。めっちゃ見てるわ。どうなのこの距離だと。めっちゃ見てるわガン見されてるわ。センチネルの検出判定ガバスカだなんかみんな目赤くなってないよね。なんかあれなんだろうね。同じ視点の高さいるとかじゃなくて、なんか別なんだろうね。目赤いやつはあそこにいるけどさ、この頃はほら目青いじゃん。だから検知してないんだよね。目青くなった。ダメだ、検出されてるわ。めんどくさいな。どうしよう。いたぞー、ファンサしろーら。仕方ねえ、ファンサしてやるか。ショータイムだ。ほらかかってこいおめえら。ほらかかってこいや。ほらそこに入られるとね、着地が怖いんですよ。ファンサタイムでほらかかってこい。遠くね、君ら遠いで、正直。あんま遠く行かれるとこっちも困るで。もういいことにしよう。もう許してくれメンス。クローキング使うと確定で負ける。クローキングね、持ってないんだよね。さすがにいけるんじゃないか。パンサー武力は笑う本当にそう。強火にも程がある。そうか、クローキング今インストールすればいいのか。どれ戦闘中とは思えないこの落ち着きを。クローキングユニットね、今多分すぐインストールできるんだよね。オッケー。使ったことないクローキングユニット。あと11秒で調査終わるけど、検出されたわ。すげえ。めっちゃ電池食うじゃん、クローキング。いけた。ありがとうございます。なんとかなったね。クローキングすごいね。初めて使った。結構燃費悪いね、クローキング。こんな感じなんだ。この世の終わりみたいな、こういう意味で本当にさ、おさわり現金とかってレベルじゃないもんね。鉛玉大歓迎状態だから。ちょっとクローキングユニットの時間だけ確認したい。いけて15秒ってとこやな。15秒か。1回の検索時間20秒30秒あるから結構厳しいんじゃない。こんなあるんだ、知らなかった。 OK。 困った時はこいつインストールしよう。 OK。 じゃあ報酬受け取って次行きますか。報酬ください。クローキングは連打で無限に使えます。何それ、強っ。
そんな裏技があるんか。危機脱出ナイス、ありがとうございます。秋太郎さん、風呂入ってきます。サービスシーンはありません。何サービスシーンがないだと、バンバン犯罪の香り。はい、ゆっくり肩まで使ってくるんだよ。いってらっしゃい。よし、じゃあ報酬もいただいたんでね、次のミッション行きますか。また同じ惑星で次のミッションがあればいいんだけど、もう終わってしまった。水銀ミッション一瞬だったな。なんたら一瞬だったね。今特に欲しいもんないかな。フリーゲートの燃料とかちょっと欲しいけど、代わりに国風さんがレオタードでイモリダンス踊らなきゃだ。なんてこったい。お風呂は朝派です。こんばんは。いらっしゃいませ、リオシ。こんばんは、こんばんは。朝派なんか。ワイも。大抵シャワーは朝浴びていいことにするパティーンの人間です、私。よし。じゃあ、星戻ります。よしと。ドドスコ。今なんか惑星の地上からいきなりワープ飛ばせたけどバグかな。なんだろう今の。なんか新たな挙動を今経たかもしれない。で、拠点の近くまで戻ってから、あれだっけか拠点。あれだね。よいしょい。そういえばこの星錆び鉄取れるんだ。今度集めに行こう。あれなんだっけもんね、そのお風呂派とかシャワー派とかあるじゃん。お風呂の方がやっぱ健康にはいいらしいね。なんかシャワーだけだとなんかお風呂で得られるいわゆる体にいい健康効果みたいなのは全然恩恵がないらしくて、体の芯まで温めるとかね、血行を良くするとか、あと毛穴に詰まった皮脂を汗かいて全部出すとかね、なんかそういうのがいろいろね、シャワーだと恩恵受けれないみたいだから、できる限りなら湯船に使ってね、首まで顎まで使って温まるのがベストみたいだよね。ひまじんさん、こんばんは。こんばんは。マイクラやってました。また浮気してもいらっしゃい。ゆっくりしてってね。今水銀集めてきたんで、しまった。水銀集めてきたんで、この足でまた新しい建築素材を1個開放して、で建築の続きに取り掛かると。そんな感じでいきたいですね。星に近いとね、スペースアノマリーを召喚できないからね。 OK。 湯船浸かると10分でも気絶して倒れるんですよね。なんでですかって心配になるじゃん。なんで俺分からんけど心配なのは確かや。なんで結構良すぎってこと。なんかでもあれだよね、もともと貧血持ちとかさ、ワイが昔そうだったから、貧血絶世の頃はね、湯船浸かると意識持ってかれる場面は確かにあった。気持ちいいんだけどね、湯船浸かるの。何なんだろうね。やっぱり温まりすぎんのかな。何なんだろう。やっぱり、ね、血行が良くなるらしいからね。やっぱり短い時間でも湯船使って全身芯まで温めるのがいいらしい。でも分かんない。やっぱ気絶すると危ないのかな。なんだろう。ちょっとそこは誰か詳しい人、有識者教えてほしい。新しいコルボットできてますよ。ムフフ、いいですね。じゃあサムネ撮りますか。サムネ。例の企画のサムネを撮りに行きましょうか。あつらさん、あら、こんばんは。こんばんは。いらっしゃいませ。よくぞいらっしゃいました。ありがとうございます。今から水銀でね、なんかいいもの1個ゲットして建築の続きやってきますんでね。みんなもこんばんは。いいっすね。皆さんこんばんはでございますよ。今水銀が650あるから、500のやつ1個開放するのが関の山ですな。何がいいだろうか。とりあえず光り物、明かりになるものはね、何でも開放したいと思ってるからね。何がいいだろう。とりあえず明るそうな、この間つけてもらったタッセルリリー。タッセルリリー。タッセルビードもいいなと思ったんだけどね。なんかもっとグッドテイストなものがあれば。何か。グッドテイストな明るいやつ。グッドテイストな明るいやつ。明るいやつ。何がいいじゃろかい。設置するだけでパッと明るくなるやつ。これ開放したかったのに足りない。今所有してる追記もう少しで5万超えます。
5万えぐいな。この希少価値高いもの5万持ってるって。新しいアイテム出たらすぐ全部全買いできるやんけ。使い道がそうですね。使い道がね、今のところないですもんね。切ないの。それはそれで切ないの。どうしようかな。本当はね、この辺のセールとかね、この辺も欲しいんですよね。すごいね、おしゃれなんだよな。宇宙船につけたりとかして船っぽいの作ったりしたいんだけど。バブルバットいいな。これ買おうかな。これあればこれもほんのり明るいですよね、確かね。少し邪魔するね。了解です。どうぞどうぞ、ゆっくりしててくださいな。あと何があるだろうか。この辺のクリスタルもね、なんとなくほわっと明るいのは見たんだけど、神話ビーコン明るそうだけどね、これ何者なんだろう。これは何か別のアイテムのようだ。後ろいるよ。今画面でぴょんぴょん跳ねてると思ったらアズラさんや。アズラさんが画面で跳ねてた。なんと。ちょっと待ってね。今お買い物済ましちゃうからね。ちょっと待っててくださいな。何を買えばいいのかがね、いまいち分かってない。何がいいんだろうか。難しいな。この辺もさ、あれらしいよね。宇宙船に飾ると宇宙船の性能上がるとかって話もあるよね。いや、どうしよう。グッドテイストなものが何か。でもあからさまな明かりになるものとかは、もう大体買った気がする。巻きサンゴまだ買ってないな。実母。そう、正直グリーンも全く足りてない。果樹。これあれば便利よね。低木、果樹。どうしよう。果樹欲しいか。ちょっと果樹開放しよう。よいしょ。オッケー。今日の買い物終わり。お待たせいたしやした。チラリ。あずらさん。危ねえ、落ちるかと思った。変な声出た。ゲーム落ちるかと思った。ほんと怖い。生きた心地が全くせん。そう、このバブルなんたらこれね。これもね、ほんと欲しいよね。美女がいい。すごく美女が良い。おじさん美女がいいの好きよ。わらわらね、怖いんだよね。本当に。バグあったよね。本当に怖い。バグはね、いつ起きるか分かんないから本当に怖いよね。あずらさんどこだ？そっちか。わーい。あずらさん。こんばんはでございやす。こんばんは。Hello。よし。じゃあ、どうしようかな。早速、星に戻って、建築の続きをやろうかと思っております。よろしいですか？行きますか？行きますよ。行きましょうか。デイリークエストもうないんじゃないかな。多分もうあれだと思う。一緒にクエストビッグシルバークエストやらない？水銀クエスト。こっちでもできるのか。間違った。今ボタン間違っちゃった。それネクサスを押そうと思った。何これ。週末イベントとかあるんだ。知らなかった。やりたい。こんなのあるの知らなかった。週末ってこうなんだ。土日ってこうなん？やりたい。じゃあどうしたらいいんだろう。Y クエスト貼ったらいい？一番上で了解。ケ太郎さん、やあ戻ってきたね。お帰りなさい。よし、じゃあ貼るよ。あれ間に合った？いきなり始めちゃった。
OK、今参加できてる？これ。参加できてますか？やばい、なんか弱かな。多分参加できてるんだと思う。あ、できてるね。OK。じゃあ行きましょう。行こう。レッツゴー。こっち来て。了解。どっちだ？そっちね。よいしょ。わーい。やべ。何も映ってない。あずらさん。あはー。よし。来た。じゃあお邪魔します。あ、待って。読み込みが。あずらさんちょっと待って。読み込みが。上に乗ろうかな。多分中の読み込みがまだできてなさそうだ。乗ったよ。上に乗ったよ。こっからスルッと入れる？もしかして。なんか乗れた。お、ひまじさん。そうだ、国和さん。メインデータは正常になりました。素晴らしい。それは素晴らしいね。最高だ。別の人のコルベットかな。あ、間違った。ごめんなさい。降ります。すいません。降ります。ごめんなさい。間違えました。ここだと思った。大変失礼いたしました。こっちね。はい。こっち、了解。ああ、来た。よし。では追従します。後ろについていきます。お邪魔します。ああ、景色が良いですな。やっぱいいね。前後にこのハッチがついてるの本当に便利。あ、いいな。黄色い内装。おしゃれ。良きですね。お邪魔します。外見てよ。おお。この視点からこういうの見るの、なんか新鮮だな。いくつか基地を消しました。ああ、なるほど。やっぱ容量軽くしたんですね。そうか。あ、ケイタロウさんお邪魔します。了解です。ゆっくりしていってね。こっち見させてもらおう。あ、パーツこう乗っかってるんだ。なるほどね。うん。これはね、この前に見せたコルベットだったので、でも時間できないし。ああ、なるほどね。制限時間ありますからな。いやー、ほんともっと長い時間配信してね、もっと舐め回すように全部見れれば最高なんですけどね、なかなかね。今日もね、配信時間22時ぐらいまでで考えてるのでね。本当はね、明日仕事じゃなかったらね、もっとやりたいんだけどね。昨日も寝ちゃったからね。うん。悲しいことに寝ちゃったから。ほんと申し訳ね。ほんと申し訳ないでございます。あずらさんのアップ。あずらさんの肩越しに。うん。メインデータで新しく作ったコルベットは4種類あります。早いですな、仕事が早い。まあ私はあと45分ぐらいで出かけるので、もうちょっとですね。やるか。みんなでやりますか。あともうちょっとですね、お出かけの時間まで。いや、ありがとうございます。貴重な時間で、大きいクエスト一緒にやらせてもらって嬉しいです。いや、嬉しい。ミッションやってるうちに喫煙所作っちゃおうかな。よかった。じゃあお願いします。離れてても大丈夫なんかな。OK だね。やれるね。よかった。じゃあすいません。建築の匠そのままよろしくお願いいたします。喫煙所の未来はケイタラさんに委ねました。お願いいたします。お茶を飲みながらね、星に向かっている様子なので、そのまま後ろに乗っかった状態で、はい、運んでいただきます。後ろで踊っちゃおう。後ろで。あまりにも暇だから後ろで踊っちゃおう。運転しているあずらさんを尻目に、後ろでガンガン覆っていくスタイル。カメラがちょいちょい後ろ向くけど、あずらさんの後ろで騒がしくダンスを披露するスタイル。やることが今のところないからね。
そう、現地着くまで賑やかしをね忘れない。配信者なもんでね、画面が寂しくないように賑やかしを忘れない。私もう到着しちゃったよ。あれ本当？到着してる？あれ、そこにアズラさんが座ってるように見えるけど、映像止まってるのか？ちょっと待って。バグってる？もしかして。あれ？もしかしてバグってます？まさか。バグか。マジ？ほんまに言うとる？宇宙へ飛び出して。いざ行かん。宇宙船止まってるな。あれ？でもアズラさん向こうにおるな。あれ？俺バグってるぞ。仕方ないな。じゃあ自分の船呼ぶか。じゃあ一旦アズラさんの方向かえばいいのかな。うん、とりあえずアズラさんのとこ自分の尻尾を読んでね。了解。とりあえずアズラさんのいるところに飛びます。待ってるよ、来て。了解。今行くぜ。今会いに行きます。今会いに行きますぞ。どうなるかな。もしかして今日ゲームの音大きいかな。大丈夫？ゲームの音大きい？この辺にアズラさんがおるはず。いた。いたけど。あれ？距離なんぼだ？なんかバグ、これもさらにバグってるな。ここにアズラさんがいることになってるけどいないよね。6、5、4、3、2、1、この辺。アズラさんいる。アズラさんいるけどそれどうなってる？惑星のところ？惑星って言われても今アズラさんここにいることに。一旦宇宙。Y が一回ここ降りればいいのか。ちょっと待ってね。なんか今不思議なことになってるよ。あそこにアズラさんがおる。ハローフューチャー。やっぱりバグか。バグっすな、これは。今、アズラさんは今、星にいるんですか、今。どこかの惑星でもう地上にいる状態ですか、本当は。入り直せば治るのでは。一回入り直したらミッションキャンセルされるのでは、これ。宇宙ステーションに来て。宇宙をかけている。アズラさんが宇宙をかけている。じゃあ一回戻ります。これあれじゃないですか。おのおの勝手にミッションを終わらせて宇宙ステーションで合流すればもしかしたら解決するんじゃないですか。一旦ミッションクリアしてから合流します？なんかそれでもいい気がしてきたぞ。一旦ミッションクリアしてそれから落ち合いましょう。そしたらなんか大丈夫な気がする。なんか悲しいけど、せっかく一緒にやってるのになんかなんか思ってんのと違う感じになっちゃってるけど、どうしようかな。なんか適当な植物生えてそうな惑星行って、あそこでいいかな。じゃあちょっと適当な惑星行って植物除去してきます。でもなんかもう有害植物の除去終わりそう。もう終わったわい、何もしてない。できたかも早かったね。早かったよ。
よし、じゃあもうあれだね、スペースアノマリー召喚して合流しよう。まあそういうこともあるよね。ノーマンズ使いだもん。そういうこともあるよね。戻ろう戻ろう。宇宙だからね。宇宙っていうのは不思議な場所だから、何があっても不思議じゃないからね。ああ、やっぱ宇宙ってすげえな。これぞ大宇宙の神秘。みんな気にしちゃいけないよ。そういうもの、そういうものだよ。アトラスもそう言ってた。よし、じゃあミッションクリアポチッとしようぜ。クリアボタンポチッとしようぜ。1800水銀もらおうぜ。1800イエン。どっくん初1。これもうここでいいのかな。出口の設定を変更する。なんだこれ。これってもうミッション完了していいのかな。なんかこのよくわかんないボタンがこう2つあったりするけど、まだまだあるけどね、できるまでやろうか。了解。いいよ。じゃあミッション完了します。完了。よーし、ありがとうございます。すげえ、1800も稼げた。じゃあこれ毎週やった方がいいね。あー、すげえ、まだある。次は妖精コアを15個集めるだね。よし、じゃあミッション貼るよ。貼りました。それ毎週末あるだけ。へえ、やっぱ週末だけなんだ。よし、じゃあ準備完了。行きましょうか。スタートです。喫煙所建設選択してる間にあった場所に置いとくやつあったらいい感じになりそう。なるほど、そういうのいいね。やって。了解。 OK、 準備完了。行きましょう行きましょう。これどうしよう。別々の船で行った方が安全なのかな。どうする。なんかまたバグりそうだね。別々の船で行こうか。間違った、これじゃないや。全然違う全然違う。なんかバグりそう。なんか最近なんかなんだろう、マルチでの移動中のバグ、この間もなんかあったかもしんない。役後で協力願う。承知いたした承知いたした。お任せください。 OK。 結局灰皿とかね、いろいろね置かなきゃいかんからね。腰掛けみたいなの置いてもいいしね。なんかね、腰掛け置きたいよね。よし、じゃあ感染惑星発見。真下か、本体か、ちょうど裏側。ああ違う。バカたれい。はい、バカたれい。国数はバカです。国数はおバカさんです。これはそりゃ振り向いたらそうなるって。ねえ。わらわら。ねえ、何やってんだかね、本当にね。おっちょこちょいなんだから、もうなんなんだか段取り悪いこと。なんたら段取り悪いことや。ね、私もコルベット変更した。なるほど。あれ間違った。あれ何ああ、そういうこと。別に現在の成形でもいいんでしょ。これ別に途切れたりしないでしょ。ああ、同じ通り飛んだ方がいいか。じゃあ了解です。同じとこ飛びます。とかそういう風になるんだ。なるほどね。了解。アドラと私のところで。ああ、よかった。了解了解。じゃあ間違ってまたインしないようにぐるっと回りながら後ろに振り向くと。あれだね。行きまーす。あれ木のところじゃね。あれおかしいな。Y の基地のところや。
ポン。ああ、そういえばなんか卵あったな。なんか星のあれ変わってたんだよね、生態というかアップデートのタイミングで。そのせいかな。はいしゃい、どっこいしょいち、よいしょ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 いと着地します。せっかくコルベット乗ってるのにね、いつも地面に置いちゃうから、こっちの方が好きなんだよね、なぜか。お待たせしました。お待たせ、今来たよ。立派な建物だね。なんかついでにアイテムもありそう。よいしょ、一応セーブしとこう。自分の拠点がまあまあ近いとこだな。お、準備はいい。ここで少し説明するね。了解です。じゃあ説明お願いします。集める目標は虫の子はこれね。こいつ15個ね。15個もあるのか、ここに。でもその子はかなりトリッキー。ほう。現れるのは5秒間だけ。時間経過でなくなるのか。なるほどね。すぐに消えるので私はこう集めます。なるほど。了解です。で、私が周りの虫倒す。了解。任せて。準備万端だぜ。ではお願いします。お願いします。Let it go。リロードリロード。3段じゃない方いいのか。じゃあなんか硬くね。なんか硬い気がする。なんか硬い、いつもより。グーパンチ。なんか硬いな、やっぱり。硬い。ソロの時とやっぱ違うな。痛いが。点灯してる場所そっち？こっちかな。ははーん。あら、やばい、弾丸打ち尽くした弾丸打ち尽くしちゃった。あれ、もしかして数足りないか。終わったみたい。了解。ちょっと待って、初めて弾丸空にした。びっくりした。別の場所を探しよう。了解です。ちょっと待って、弾がない。弾ってこんな処理激しかったっけか。よし、オッケー。ワイも船に乗んなきゃ。
Y の船そっちか。弾丸後であげるね。ありがとう。今弾丸作っちゃった。弾丸1万発作っちゃったあ、これ空中リロードもできるんだ。そうかそうか。じゃあ大丈夫だね。 OK。 よいしょ。よし、では参ります。生体コアどうしたらいいんだろうね。さあもう一個探すとしてどこに向かえばいいんだ。分析バイザーでさらに探せばいいのか。あった。早い。さすが。さすが。じゃあついていきます。私のところ来て了解。今そっち行きます。ブラボー了解。今そちらへ合流する。よいしょ。あ、近くだね。よかった。嬉しい。よいしょ。歯医者。よいよい。なんか引っかかった。おけつ引っかかった。さっきと同じ。了解です。よし。リロードも済んでいるはずだ。おい。よし、OK です。どうぞ。レディー。あれ、ケイタロさんも来る？ Let's enjoy every day。とりあえずこれであれか。数は足りたんだね。飛びすぎちゃった。ほっ、これ離れてくやつって別に追わなくてもいいのかな。この辺の肌感がいまいち。ナイスー。お、敵が溶けていく。なんてスピード。速いね。あら、後ろにおったか。痛いです。痛いのは嫌ざんす。オッケー。だいたい終わったかい？終わったよ。了解。皆さんグッジョブでした。はい、なんか爆発した誤爆。よし、みんなお疲れ。じゃあ戻ろうか。両太鼓は届けようぜ。次はどこに向かえばいいんだい？安全な貯蔵所を見つける。なるほどね。アイコンが出ているね。マーカー了解。じゃあマーカーの方向かいます。あったあった、こっちだ。はいはい。じゃあいざ。よいしょ。よいしょ。
さあ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 、マーカーの方にぐっと向きまして、飛べよ。お隣の星までレッツラゴー。よいしょい。よいしょよいしょい。軍団、あれだね。目的地はね。よいしょ。はい、毎度ちゃん。ここデッキみたいにしようかな、今度。こう出るときに階段登るのちょっとめんどくさいんだよね。お、チャーク。やばい、登るの下手くそだったかも。こんにちは。チャオ。終わった？ありがとう。さすが仕事が早い。じゃあ行きますか。あ、ヨテコアヨセコアありがとうじゃあ後でこれもうちのタンスのへそくりになりますのであずらさんありがとう。では戻りますか。戻りましょうかい。のことか私必要ないのでどうぞもらってね。ありがとう。大事に使わせていただきます。お乗ってくかい。そこのボーイ乗ってくかい自分のコルベットあるからね。よし、じゃあ戻りますか。行きましょう。そのコアはね、なんかコアいっぱいもらったよし、出発するやん。よいしょい。10個は500ナノマシンになったよ。あ、結構いい金額になるっすね。500なるのは結構立派っすよね。それは素敵だ。よし。では、あれまだあれか。近いか。よいしょ、オッケー。1廃墟に10個ぐらい取れる。はあ。1廃墟でだいたい20個か。熱い。20は熱い。ってことは1万ナノマシンぐらいになるんだ。じゃあ10個が500ナノマシンだから1000ナノマシンか。悪くはないのか。ナノマシン集めとしては結構美味しいのか。例えば最近ナノマシン集めしなくなったな。せっかく不思議な鉱脈の拠点あるのに。それかなりいいよね。ただやっぱりその手間とかね、いろんな効率考えた時にね、たまたま発見した分には美味しそうな気がする。よいしょ。よし、じゃあクリアしちゃおう。400個 OK。 じゃあミッション完了します。カビと同じじゃないからね。そうですね。 OK、 ありがとう。400ゲットです。いや嬉しい。 OK、 水銀のミッション終わりました。ありがとうございます。水銀ミッション完了でございます。まだまだあるよ。あれこっちに表示されてないよ。カビが強すぎる。まあそうね。もう終わったか。多分ね、この間の前の配信とかその前の配信でもね、水銀やったから溜まってる分やっちゃったかもしれない。私まだ1個あるけど止まるもいいかな。いいかもしれないですね。じゃあちょっとこの水銀が今おかげさまで2350水銀手に入りました。ありがとうございます。嬉しい。これは嬉しい。よし、じゃあこれでお買い物しますか。なんだっけ、慶太郎さんなんかいいもんあったら欲しいみたいな話してなかったっけ。何があるといいんだろう。そもそも何が手に入るんだ今。
じゃあ出かける前に新しいコルベット見せちゃうか。先にそっち行きますか、じゃあせっかくなんでコルベット見せてもらってから。いいや、買い物後でにしよう。よし、コルベット鑑賞会やろうぜ。よし、みんなコルベット鑑賞会やろうぜ。じゃあ星に戻るぜ。お、白赤のめっちゃかっこいいソーラー線が。もうみんな自慢大会始まってるじゃないか。もう始まっちゃってるじゃないか、みんな。よし、星戻るぞ戻るぞ。めっちゃ落としてるて。めっちゃ音楽流してるやつおるで。よし、じゃあ月の星に戻るよ。さて拠点に戻って、こっちだけか。あ、なんだこっちだね。間違った。よいしょ。国和さん先に行ってね。了解です。アークさんこんばんは。和骨屋でトラベラー精が出ますな。ありがとうございます。到着したらすぐに来るよ。了解です。じゃあ今到着しますね。いいとこに来ましたね。今皆さんの新作コルベットをね見させていただくタイミングでございますので、よかったらゆっくり見ていってくださいな。いざコルベット鑑賞タイム。ワイのコルベットどこに置こう。そう、いろいろ仕様が変わったのでね、いかにワイもその辺に止めようかな。目立たんところにね。よいしょよいしょ、到着。ちなみに私作ったコルベット3個あるかな。結構あるっすね。なかなかたくさん作りましたね。じゃあ早速位置に着こうかな。まだ整理整頓が完了してないんだけどね。あ、トラックでお越しのお客様、木の下のところに駐車場も用意してますので、よかったらぜひお使いください。まあ正直止めづらいけどね、駐車場。探検が忙しくて建造する暇がガガガガガガガボワ。忙しいゲームだからそれは仕方ない。これがノーマンズスカイ。ノーマンズスカイは忙しいから仕方がないのです。よし、みんな位置についたかな。ここも相変わらず景色がいいね。よいしょ。地熱イベントが検知されました。あ、そんなんあったね。よしよしよし。建築もいい感じになったね。あれだね、やっぱみんなでちょくちょくいろいろやってったら、やっぱだんだんこのニップがなどうしたもんかな。本当にな。オッケー、準備万端でござる。ああ、来た。玄関まで稼ぎまくるのだ、使命感。いやー、ワーカーですな。非常にワーカーでございますな。いいっすね。いい感じですね。どうしようかな。ワイは近くにともカメラマンだから。ちょっと待ってね。今そっち飛びますね。よいしょ。よいしょい。よいしょ。あとなんか生命維持エネルギーがなんか低いので、これも回復しますね。よいしょ。では早速撮影をさせていただきます。あずらちゃんの新作です。国数カメラ参ります。よいしょー。めっちゃいい。いいね。なんかあずらさんといえばこのカラーリングですよね。あ、ボディパーツウィングにしてるんだ。いいっすね。
やっぱアズラさんのオリジナルベースからね、また派生した新しい機体ですね。いいな、このお尻のところのこの丸い部分すごくいいな。いいですね。ここが、ブースターが面白いな。これも斜めに生やしてるんだ。へえ。ヒュー、かっこいい。ね、めっちゃいいね。背中のところのあれは、あれかな、アンテナパーツかな、それともシールドパーツかな。背中の中心で回ってんのがまた、設置位置がバランスが良くてすごくいい。いいな、このお城のとこにその丸のパーツをうまく埋め込んでるデザインがすごくいい。これを中心にお尻周りが綺麗にまとまってるのがいいですね。レーダーパーツよ。なるほど。いい感じ。いいですね。あとはこう停車がうまい。駐車がすごい上手。良いですね。これはグッドですね。羽のところがね、やっぱり厚みがあってムチムチっとしてるのもまたいいですね。あとこのね、昇降パーツの設置位置がね、堅実で、それがすごく好き。ここから入ってすぐにコックピットの方に乗れるデザインね。俺もこの辺のデザインもっと洗練したいんだよな。これは真似したい。そして、方針がこの辺りにあるのもね、グッドデザイン、いい感じ。中身はまだ何もやってない。これからか。了解。中身のお披露目はじゃあまた今度にしますか？そしたら。それからでもいいかな。いい船ですな。グッドですね。やっぱこのグレーとかシルバーとかのカラーリングがすごくいいですね。じゃあ少し移動するね。了解です。ダザーン。大丈夫。カメラでちゃんと追いかけますよ。てってれててててれててててれてててれて。いいですね。発進。ああ、かっこいい。いいね。戦闘機っていう感じのシルエットやっぱいいですね。シルエットがいい。やっぱ戦闘機シルエットいいな。いやー、ありがとうございます。いいですな。次の宇宙船了解です。じゃあ次の宇宙船どうぞ。カメラ下げておこうかな。あっ、床タイルの向きが一枚違う。気づいてしまった。細かいところに。俺の A 型の血が B 型だけど。俺の心の A 型が B 型だけど。俺の血がうずくぜ。後で直そう。いやー、やっぱここ作ってよかったな。そのうち下の方もね、なんか有効活用したいよね。そう、ついこの間あそこをね、ちょこちょこっと改装しまして。あら、またコードが切れてる。これなんでコード切れてるんだ？なんか来るたびにバグって、配線が途中で途切れたりしてるんだよな。なんだろうね、このバグね。配線途切れるバグ。まあいいや。後で直そう。もしくは電源分かりやすく一箇所引っ張ってそこから運んだ方がいいか。はい、いらっしゃい。おお、これもいい感じなのでは。いいね。アズラさん、丸の使い方うまいね。上手だね。丸いパーツの埋め込み方がすごい上手だ。違和感がない。いいね、いいね、いいね。
さっきの機体よりもさらになんか肉厚な感じだね。非常に良い。ちょっとライト1回上に持ってくるか。あ、エーロンパーツやん。あら、エーロンのウィングがうまいこと埋まってる。この赤のラインがいいですな。これうまいね。差し色の赤がすごい上手や。これ背中のこれキャノンか。これキャノンか。このパーツこうやって動くんだね。いい感じや。なるほどね。いいですね。ケイタロさん気づいちゃった。気づいちゃったんですよね。ねえ。お、ディエさん来た瞬間にめっちゃ素敵なコルベット。こんばんは。こんばんは。ディエさんいらっしゃいませ。いいとこに来ましたね。アズラさんの素敵なコルベットを鑑賞してるタイミングでございます。ほんといいタイミング。国和さん DM に送ります。了解です。ちょっといいタイミングで見ますね。ちょっと待ってね。もうちょっとこれを堪能してからちょっと DM 開かしてね。サイトロクロンとウィングの組み合わせ素晴らしい。これいいっすね。サイクロトのこんな感じで収まるんやね。これいいですね。いいぞー、これ。なんかこの辺も、なんか独特なパーツが埋まってるな。これなんだろう。あ、これもあれか。なんだっけ。サイクロトロンじゃなくて。インフラナイフだ。それだ。今、そうだ、ケイタロさんが教えてくれた。今、ケイタロさんが送ってくれたのこれか。あ、これだ。インフラナイフのモジュール。ねえ、これね。これセンスいいね。これ頭いい。丸いパーツの使い方、本当に上手。すごいね、これ。これすごいな。サイクロトロン、実に良き。そしてインフラナイフも実に良き。すごいね、これ。ああ、いいっすね。ねえ、これいいね。すごい、いわゆる武器パーツから生えてるパーツをね、ひょっこり生やして、それを自然に溶け込ませるのが本当に上手だ。すごい。気づきましたが、国宝。最大級の褒め言葉。すっご。ねえ、これすごいね。なんか他の簡単な装飾パーツでも良さそうなところ、あえてこの、インフラナイフの丸いパーツを生やすことで、他のところのこの丸いパーツとかと整合性をとってる感じがすごくいい。これセンス20丸ですね。これは素晴らしい。さすがでございます。あ、ステッカーじゃん、このゼロ。あ、ステッカーもうまいな。とにかく丸の使い方が上手。とか、アズラさんは丸が得意なフレンズだったんだね。いやー、これはいいぞ、これ。よし、じゃあせっかくだから、いつものあれやっときますか。あ、消えた。消えちゃったー。マジ？残り2本ね。もしかして離脱しちゃった？大丈夫？曲線の魔術師。最高の褒め言葉。めちゃめちゃ曲線綺麗なんだよな。さすが。りゅうきさんこんばんはいらっしゃいませ。ありがとうございます。ちょうどね、コルベット鑑賞会しておりましたんでね、一緒に見ていきましょう。アズラさんの新作をね、楽しんでましたんでね。次で3本目かな、そうすると。フレンズ草。君は宇宙探索が得意なフレンズなんだね。そう、みんな宇宙フレンズだから。もしかしたら宇宙フレンズ2まであるかも。また見せるからね、了解です。ありがたいですな、本当に。リエさん、ワクワク。宇宙を旅すれば世界が平和に。実はこれは初めて戦艦を作りました。初チャレンジ戦艦。いいですね。さっき乗ってたやつですよね。じゃあ改めまして、舐め回すように見てやりましょう。じろじろと見てやりましょう。いいですね。これはそのファーストバージョンです。いいですね、ファーストバージョン。アズラさんの戦艦。
うわ、でかい、いいね。そう、これさ、かっこよくない？めちゃめちゃ。このね、まずエロい。まあ、語弊がないように言いたいんだけど、かっこいいって意味で、この曲線がね、すごいね、セクシーな曲線を描いてるんですよ。ちょっと一回どうしようかな。ライトの位置をこうしよう。もうちょいこうかな。みんなわかるかな？これ。そう、もうかっこいい。わかる。曲線の色気がすごいわかる。そう。で、コックピットのこの馴染み方すごくない？これ。これコックピット結構真ん中にあるのにすっごい馴染んでんの。すごい。そう。そのパーツそう使いますかね。これすごいよね。こんなすっぽり。もう最初からここにつけるためにこういう形してますよみたいな感じでここに乗っかってるの。これすごいでしょ。でね、Y がね言いたいのはね、これ今このカメラに収まってるこの範囲。わかる？ここの範囲のこの曲線。この辺がね、すっごくいい。めちゃめちゃいい。ちょっとお茶飲んでいい？これ見ながら。これ見ながらお茶飲んだらうまいんじゃないか。いやー、あれですね。この曲線見ながら飲むお茶、喉越しが違いますね。なんか、いつもより冷え冷えに感じる。すげえ美味しい。いやー、すごい。このさ、アンダーラインから上に走って、これから一回上から下に曲線が走るんですよ。言ったことわかるかな？ちょっと、どうしよう。なんかもっとね、うまく伝えたいんだけど、ちょっとカメラで行くよ。先端からこう行くじゃん。先端からこう行って、そう、後部の造形も素敵すぎる。なんだこの素敵コルベット。その漢字読めない。なんて読むんだろう。こう行くやん。下の方のシルト丸いんだけど、ここで人が乗れるデッキみたいな形になってるんだけど、ここアンダーがこういう形になってて、それに対して、その後ろから出てくるモジュールがね、こういう曲線を描くわけですよ。構造的に。だから S 字をこう描いてるわけですよ。ここでこう。エッチだよね。ねえ、マシンがさ、曲線を S 字で描いてるとかさ、エッチだよね。そう。セクシー。このラインが。これがすごくいいんだ。そう。全体的なフォルムがうまくリレーしてる。そう。繋がってるんですよ。すっごいうまく繋がってるんですよ。このラインが。これがいいぞ。これ。このコルベットの S 字ラインいいぞ。これ。じゃあ、全体をね、そこも踏まえてちょっと全体を舐め回して見ていきますか。このね、面長なスタイルもね、すごくいいんですよ。先端のさ、見てこれ。よく波動砲とかで使われるパーツ。ここハーフで使うと、こんな綺麗に収まるんだ、この先端。この4分の1の芯になってるパーツつなげるとこういう形になるけどさ、その上にこの蓋のパーツかぶせるとこんな綺麗に収まるんだね。これ収まりめちゃめちゃ綺麗だね。これすごいな。後ろのブースターもゆっくり見てね。見るめっちゃ見る。いや、すごいな。これどっから見てもかっこいいな。バージョン2は少し違うデザインでやるから、いいね。楽しみにしてます。やっぱここだな。このパーツの元々の既存のラインも黄色で統一されてるのがまたいい味出してる。いいですな。ちょっと中から光が漏れてるってことは中に光源が入ってるのかなこれは。いいですな。あとね、ここのね、青の差し色あるじゃん。結局、いわゆるこれだよね。なんだっけ。エネルギーモジュールじゃなくて、シールドモジュールじゃなくて、この青いやつ。青い光がさ、これと、まあ、この辺で、ここだけに集中してる。このデザイン。そう、全体で青を散りばめる場所をわざとここに集中させてるというこのデザインセンスの高さ。そうか、リアクター。正面から見た株の流れも芸術的。すごいこれ。そう、完成度が高いってこういうこと多分言うんだろうね。ね、ケイタロさんも、ねリアクターくん。それリアクターよ。これやっぱリアクターだ。それリアクター。リアクターの使い方うまいな上から見てもね、さっき言ったこの S 字がさ、上から見るとそう、半球みたいな感じでポコポコっていう立体感を出してるから。で、前の方もさ、曲線のデザインになってるじゃん。曲線が一
箇所、2箇所、3箇所ってあるからさ。それのバランスもいいんだよね。で、後ろのブースターの方に参りますよ。職人の仕事とさせていただきます。正解。それ、正解。あとね、気になったのがね、この、いわゆるこのエンジンブースター。このブースターの先頭のところにこの球体を1個つけてるこのデザイン。しかもこれただ球体つけるだけじゃなくて、このウィングがまたここから生えてるんだよね。ウィングだけじゃなくてまたここになんか板みたいなのも生えてるから、これ側面のシールドみたいなやつだ。それ光お願いね。じゃあこれ光当てますか、ここに。ちょっと待ってね。こうして、ちょっとライトを。眩しい。とても明るくよく見える。素晴らしい。そう、ここが気になってた。これもうまい具合に入ってるんだな。これもあれだね。ここの武器モジュールの丸と、その後ろに丸い球体があることでまた親和性があるんだよね。そう。何ですかこのあまりにも自然な曲線ね。これね、自然。そういうデザイン大好き。そう、その丸のやつカルゴモジュールカルゴモジュールってなんだ？カルゴモジュールはよくわからないけど、なんかいい感じにパーツが収まってるのだけはわかる。カーゴモジュールなの？カーゴモジュールってなんだ？結局、名前分かってもわからない。そんなのがあるんだ。おもろ。あとね、この、なんだろうな。貨物プラスされるやつ。これ装備すると貨物量増えるんだ。そんなのあるんだ。知らなかった。積載量増えてるんだ。すごい、実用性も丸やん。偉い。すごいね。実用性もプラスされてるんだ。そしてね、この後ろ姿、いいね。後ろ姿のバランスいいね。いわゆる貨物ポットですな。なるほど。宇宙船でも貨物ポット型、貨物搭載型のとかあるんですよね。なんか丸いのついてるやつ。これと同じ感じだ。コルベットだって自分で搭載できるんだ。これはいいこと聞いた。後ろのデザインも整ってますな。でもさ、何がすごいってさ、この実用性の高さがさ、ブースターの並びがあまりにも、ね綺麗なんだよね。すっごい綺麗なの。整ってるの。配置が。でね、ワイがね、アズラさんのコルベット作りでね、すごい好きなポイントがあって、これです。これです。これです。わかりますか？この、圧倒的実用性。これです。僕が好きなポイント、この圧倒的実用性、これです。これね、好きなんだ。国勝実用性好きだからね。もしくは実用性、デザイン？実用性をイメージしたデザインとか、実際に実用性がある構築とかね、マジ好きなの。キュー最強そう、五条悟ぐらい最強。いいですね。めちゃめちゃいいですね。いやー、かっこいいわ。かっこいいし、実用性があまりにも高い。ねえ。じゃあちょっとみんなお写真タイムしようか。せっかくだから。みんなでお写真撮ろうぜ。まずは一旦こんな感じでいく？もうちょっと太陽下げるか。もうちょっとね、この配置をね、うまくできれば最高なんだけどね。多分ね、一番かっこいい角度はこの辺なんだよね。難しいね。一旦スクショタイムです。まあね、総括、かっこいい。総括、かっこいい、すごく。統治法、かっこいい、すごく。ね、実はそのバージョン2は、ね、実用性もデザインも両立されている。これがすごいんだ。本当にね、かっこいいんだ、これが。かっこいいんですよ、これが。ね。うん。D さんには前にみんなに紹介した時にコルベット、この形見せたかもしれないって。なるほど。一回出してたか。一回出したっけか。二回目か。
でも、あれだな、新鮮な気持ちなんだよな。あれからいじったってことか？バージョン2の方は先に見てるってことか。そういうことか。じゃあまず一旦この角度で写真を撮らせてもらったのを、そう。でも時間厳しいなので、ね。すぐに家戻っちゃったの。その時もありましたっけが。なかなかやっぱタイミングがね、ちょっとお花とツーショットでいきますか、今度は。お花がね、ちょっと自己主張が強いな。こんなもんにしとこうかな。そのまんま壁紙にできそうじゃないこれ。これ良くない？そのまま壁紙にできそうじゃない？じゃあちょっとこれ写真撮ります。あれゲーム内のカメラじゃなく、パソコンの方のキャプチャー機能で今写真撮りましたんでね、こっちの方が画質いいからね。これでパシャリ。ごめん、間違った。変なの出した。違う。間違っちゃった。普通にこっちでも撮っちゃった。みんなスクショはいいかい？スクショはいけたかい？で、これで、花の自己主張強いな、それ。これね。結構ね、いい存在感してる。そう。人も食べそうな顔はしてるな。でかいからね、実際この花が。ほら。このベンチのサイズに対して、ほら、そこにベンチあるじゃない。ベンチのサイズに対してこのぐらいの花だから、まあ確かにでかいのはでかいんだよね。いやー、宇宙船マジでかっこいいね。これ本当にかっこいい。どうやってもかっこいいからもう困っちゃう。もう、おじさん困っちゃう、本当に。どうやってもかっこいいから。じゃあバージョン2出すね。了解です。じゃあ船動かしちゃっていいっすよ。でかいんすよ。アークさん、そして探索中になぜかノーティロンに乗って深海にいる私だった。どうして海にいるのそんなクエストないはずなのに。めっちゃお金稼ぎにかかってる。どうしてノーティロンにおもろ、本当にもう。みんな自由だね、本当に。うちの配信はね、僕が自由だからみんな自由なわけですよ。いやー、いいですね、本当に。最高なんですわ。いいね。やっぱノーマンズスカイ楽しいね。楽しいですわ、本当に。やべえ。マウスに当たっちゃった。グラスが。宇宙は自由だ電話、猫。どうしてなのどうして海にいるのなんでどうしてそう、宇宙とは皆自由なのである。ちょっと今のうちにキャメラを飛ばしておこうかな。こんばんは、パンダさん。こんばんは。いらっしゃいませ。よかった。間に合ったね、パンダさん。よかった。ちょうどね、アズラさんのコルベットね、みんなで鑑賞しましたんでね、いいタイミングに来てくれました。一緒に見てください。リュウキさん、急ピッチで内装終わらせました。あら、素晴らしい。了解です。じゃあ次はリュウキさんかな。嫌われる国和氏。そんな悲しいこと言わないで。みんな嫌わないで。みんな、国和のことは嫌いにならないで。他のものが嫌いになっても、国和のことは嫌いにならないでください。いいですね。これバージョン2か。貨物量が増えてますな。素晴らしい。ちょっとなにアンテナが下についてるのか。なるほどね。これはいいですな。そしてね、このね、ここのパーツがまたいい。すごくいい。そして私の好きな実用性前後開封。素晴らしい。これはいいですぞ。他のこと嫌いになっても逆になっててくさ。もう、国和の配信なんだから、国和のこと一番に考えて、国和をみんなの一番にして
メンヘラメンヘラメンヘラピンク髪おじさん、かっこあらさ。いた、心が痛い、締めが痛い、耳も痛い。なんだと。アークさんだって、探索中に深海の夢のサブミッション発生条件満たしてしまったんだもの。そういうのがあるんだ。深海の夢っていうサブミッションが。そういうのあるんだ。なんか、実はまだ経験してないやつかもしれない。したことあるかな？どうなんだろう。そして皆さん見てください。かっこいいですな、これ。全体の形もバージョン1と違うポイント確実に見えるはず。結構違う。なんだろう。こっちの方がね、ワイルド感がある。すごくなんかいい感じがする。なんかこっちの方がいいね。なんか武骨な感じ。なんだろう。汗の匂いがする。そう。なんとなく汗の匂いがする。伝わるかなこのイメージ。あと6年で味噌汁になります。もうちょっとじゃん。イマジンさん、もうちょっとじゃないの。さあ、こっちへおいで。6年ならまだ全然余裕だな。24、5? 余裕じゃん。若いね。若いよ。20代前半はね、若いよ、まだ。羨ましいぜ、マジで。自由じゃ何でもできるじゃん。唐突なメンヘラ女配信者ムーブやめてね。そう、これやって許されるのは女だけだから。ほんとそう。男がやっても痛いだけだから、こんな。アンテナの下、キャノンをつけてもかなり面白いかも。アンテナの下？これ？ここにも武器ついてるよね、これ。あと前と違うバージョン2は少し長くなった。長くなってるんだ、これ。だからなんか少し重長な感じがするんだ。結構ね、丸いシルエットの中間にこういう四角いパーツがついてることで、武骨さのね、男らしさみたいな感じのデザインがね、すごいうまく成立してて、すごいいい感じ。でね、ここにこの四角いパーツがあることによって、この上下のさ、外装パーツのこの両サイドの造作がそのまま一列に連なってるのがまた統一感が出てるんだよね。これがね、すごくね、ツボにはまってる。すごくいい。でね、このね、エッチなデッキ。このHなデッキがついてるわけですよ。好きなんだよね。これ、何とは言わないが好きなんだ。しかも今回このサイドにも窓がちゃんと見える位置にあってね。ここ乗り降りしてここから外も見れるっていう。さっきのもそうだったっけか。すごくいい感じなんだよな。そう、丸太よりもね、結構四角さがさっきよりも際立ってる感じがする。羨ましいものだな。若さというやつは。やっぱね、年取れば取るほどね、若さってね、若さだけはね、変えないですからね、どうやっても。そう。若いうちで体力ボーナスとかね、明確にあるからね。やっぱりね、体力あるうちにガンガン好きなことやってほしいですね、本当に。そして貨物パーツがね、4つついてるのがね、またね、そう、これってドーンと丸いから存在感があるから馴染ませるの大変だと思うんだけどね、馴染んでるんだよね。そこに存在してて違和感がないんだよ。すごい上手なんだよ。そう、デザインとしてね、ちゃんと安定してるんだよ。素晴らしいね。またこれをぐるっとこう見て回りますよと。やっぱりね、各パーツの細かいところが黄色でね、デカールが黄色で統一されてるのがまたいい。そしてリアクターの青がね、また差し色としてね、いい仕事してるんだ、これが。ねえ。下に出てるこれ、飛行船の人乗ってるとこみたいだけど、やっぱあの形って無意識にロマンとして刷り込まれてんのかな。そうかもしれない。男の子はね、みんな好きだよね。男の子はね、この感じみんな好きだと思う。マジで。本当に好きだと思う。難しすぎてそのパーツなかなか使えないというのに、これがね、やっぱね、センスなんだよね。これがアズラさんの腕なんだよね。そう。きっとアズラさんの腕のこういうところなんだよ。かっこいいですな、マジで。でね、ちょくちょくね、しれっとこういうところにね、ほら、これ。いわゆるロケットエンジンとかで見るこの丸いパーツがね、しれっと埋まってるの。違和感がね、全くないでしょ。みんなも気づいたこれ。ここに埋まってんの。離れてみるとね、マジで一瞬わかんないんだよ。全体が整いすぎて、そこになんかパーツ埋めてますよねっていうのがね、一瞬わかんないの。全体で見ると、そっちこっちにね、丸が散りばめられて、すごい統一感って違和感ないんだけど、埋め込みなんですよね、これが。すごいね。今気づいたけど、今すげえ。びっくりした。ひまじんさん、パンダさんの基地、おしゃれですね。今そっち見てるんだ。
そう、パンダさんの基地もいい感じだからね。ワイマテで見に行こう。後ろ構えてますね。いや、いい感じですね。いやー、美しい。いやー、じゃあもう一回これも、写真タイムいきますか。サクッと写真タイムを。どのあたりで光当てるとかっこいいか。個人的にはね、こういう光の当たり方すごい好きなんだけどね、これやっちゃうとほら、いわゆるその、デカールとかがさ、潰れちゃうからさ。ああ、アズラさん、じゃあ私そろそろお出かけするね。了解です。アズラさん今日はありがとうございました。これからお仕事かなお出かけって言ったからね。3分だけでお願いね。本当に申し訳ない。じゃあ皆さん3分間だけスクショタイムでございます。さあ皆さんバンバン撮っちゃってください。1分経ったらね、今度は画角変えて、今度は3色太陽バックにしたので、もう1分だけいきますんでね。じゃあ60秒でよろしくお願いいたします。はい、素敵なコルベットありがとうございました。こちらこそですね、本当にね。いやー、本当今日アズラさんには感謝ですね。今で20秒ぐらいかな。まあ大体もうみんな撮り終わるかな。スクショそんな時間かかんないもんね。あと10秒ぐらいしたら今度またアングル変えますね。アングル変えて今度下アングルから後ろに太陽をバンバン照らして、いいことにしようかな。アズラさんもペコリいいですね。で、じゃあカメラ落とします。カメラを落として、画角を上げて、鼻の自己主張が強い。鼻の自己主張が強いよ。ちょっと前出るか。いいね。こんなもんにしとこうかな。いやー、かっこいいね。これかっこいいね。ちなみに、このバージョン2、パースカウンターは80だけど、パーツ80個 ?100 使ってないのこれ。マジすごいな。モータイさん、3分間だけで待ってやる。ははははは。どこへ行こうというのかね。お出かけです。どこへと言われましたらお出かけでございます。やばい、カメラ飛んじゃった。じゃあ皆さん、ラストスクショタイムでございます。みんな写真撮ってってね。じゃあ、アズラさんはもう、アズラさんのタイミングで離脱してもらって大丈夫なので、この画面のままでしておこうと思うのでね。アズラさん今日はありがとうございました。いいもの見せてもらいました。やっぱね、そう、黄色のラインが良き、そう。下から見てもね、やっぱ側面のね、いわゆる初期のブースターパーツのアンダーの黄色いラインとかも映えますね、やっぱね。ね。アズラさん、手振ってくれてありがとう。ありがとうございました。アズラさんありがとうございました。じゃあ、お出かけお気をつけていってくださいね。はい、安全をお祈りしております。アズラさん、いってらっしゃい。いってらっしゃい。ありがとうございました。楽しかった。よし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 。よかった。アズラさん、ありがとうございました。目が太陽光に目を持ってかれる琥珀さんの図。では、おマットさんでした。おマットさんでしたぞ。可愛いのが飛んでるね。可愛いのが飛んでるよ。これ順番待ちはどうなのそれ。順番待ちはどうなのいいなんか、まあ、いいか。先にこのちっちゃい子でよろしいか。テントウムシ先にこのちっちゃい子でよろしいか、先に入ってもらったんでね。あれ、なんか消えた。じゃあ、みんな譲り合いの精神。みんな譲り合いの精神で場所を変えていく。みんな譲り合いの精神で場所を変えていく。みんな優しすぎ。いいんだよ、みんな自己主張ブイブイ言わして。いいんだよ、みんな。俺もってやっていいんだよ。配信もね、今日は10時までだからね。10時までの予定だから。もうぶっこんじゃっていいからね。いや、本当にここに遊びに来る人はみんな民度が高い人ばっかりだからさ、みんながね、譲り合うからさ、次の方、どうぞ。まあ、ずっと鑑賞会じゃなくても、いいっちゃいいんだが、前回ワイがお腹痛くてできなかった、コルベットじゃなくて、戦闘機とか宇宙船の方の鑑賞会でもワイはいいけどね。そのうちね、宇宙船鑑賞会って言ってここにいわゆる車のショーみたいな感じでずらーっと宇宙船並べてね、みんなで鑑賞するっていうのをちょっと考えたりとか実はしてて。でそれに際して下の方の明るさとか装飾も、いずれどうにかしたいなって思ってるんで、今度またそれ一緒に考えれたらなと思っております。
はい、その時はまた皆さん力貸してくださいね。次の方どうぞ。床が落ちる赤いカーペットに案内するぞ。ドゥンテク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 ドゥン。リュウキさん、間に合ったー。リュウキさん間に合ったようで、よかったよかった。いらっしゃいませ。どうぞゆっくりしていってくださいな。ありがたいですな。いつも、本当にね、ありがたいことにね、いつも皆さんが遊びに来てくれるおかげで、いつも大盛況なので、本当にありがたい限りです、この基地。まだね、この基地、いわゆるなんだろう、公開してないからね、なんていうの基地としてさ、なんかアップロードできるじゃん。まだこの基地アップロードしてないからさ、どっかのタイミングでしたいなとは思いつつ、どうしようね。なんかどっかの段階で、じゃあ完成だよねって言って、公開したいとは思ってる。そのうちそのうち。あとはあれかな、いろいろ整ったら、アドレス公開していろんな人に、それこそなんかコミュニティ惑星みたいな感じで、ここ、公開しちゃってみんなに自由に使ってもらうのもいいかもね。それはそれで楽しそうな気がする。もしかしてみんな普通に建築進めてる？みんなもしかしてもう建築タイム入ってる？もしかして。ちょっと国数置いてきぼりしないで。俺もみんな待って、俺もなんかやっぱ電源切れてるよね。あれなんでだ？まあいいけど、僕は基地ロード中です。やっぱりまだロードかかるか。いろいろ設置してるからね。あらねえ、なんかじゃあどう？いい感じ？調整中ですね。灰皿つきましたな。十分足りてそうなんですけれどもね。そう。多分電力が足りてるからね。多分どっかで配線途切れてんだと思う。どうしようかな。いっそのこと電源の配線変えるか。メンテナンスしやすいように。いいね。喫煙所も順調だね。明るさこういう感じにしてるからね。あとはこの辺の装飾とかもいい感じにいじって明るくしてあげたいな。いい感じにしてあげたいな。どうしよう。ここやっぱ暗いんだよね。それがね、悩ましい。すごく。どうしようね。困っちゃったね。明るさを無理やり追加はありかもね。国数心の俳句。あれ、ケイタロウさん頭変えた？ケイタロウさんいつもと姿が違う。コーバックススタイルだね。いいね。コーバックススタイルもいいね。なんだ？頭変えたというパワーワード。確かに頭変えたは強いか。なんかさ、リュウキさんごめんね。なんか、リュウキさんさ、なんかずっとセンチネル追われてない？指名手配されてるんかもしかして。おかしいな。なんでだ？どういうことだ？困ったね。大丈夫かい？ケイタロウさん、船に合わせた外装に。そういうことね。いいじゃん。船に合わせる。いいね。ファッションってそういうものだからね。星に降りた瞬間。なんで？おかしいな。ここ、センチネル本来いないはずなんだけどね。なんでそういうバグ起きるんだろう。アンパンマン！新しい顔よ。なんか激しい戦闘が勃発している。アンパンマン！新しい頭よ。ビュン。投げる力強すぎる。ちょっと塵が舞っている感じがすごい。まあいいか、素直に撮影するか。戦闘解除。すげえギョンギョン。
着々とセンチネルが。これもまたいいコルベットの予感しかしない。すげえ良さそう。パンダさんが引き継いでてくれてる間に、じゃあ国和はカメラ飛ばして撮影しちゃおうかな。なんかここ危なそうだな。そっちから撮ろうかな。じゃあワイは安全なところから撮影をしようかな。センチネルはそちらに任せた。俺は高台に逃げる。俺は逃げるぞ少々。どっこいしょ1。へへへ。こっから撮っちゃうもんね。なんかすげえいっぱいおるな。いいね、センチネルいっぱいおるね。ありがとうございます。いいね。艦隊か。なるほどね。全部違う船なのね、いわゆる。そっか、そういう建造もありか。おもろいな。いっそセンチネルの母艦を落として黙らせるか。ふふふ。熱い。船団だー。ここの戦闘船団で追い返すもあり。これいいですな。合体そう、確かに。戦隊ヒーローシリーズとかでありそうなデザインや。いいね。ロボット合体しそうだぜ。やっぱカメラ飛ばす位置があそこだからね。やっぱ距離がこれ以上稼げないか。いいね。全7機。いい感じだ。それぞれの船にそれぞれブースターがついてるのか。いいですね。それぞれブースターなかなかやりますね。きちんとデカールでナンバリングされてるね。芸が細かいんですわ。6だったり5だったり。デカールはでっかいの1枚ずつかね。いいね。中心のやつがナンバー7か。いいね。シールドも兼ねてるね。防御が強そう。戦闘はこの前の2機が担ってるのかな。いいね。姉妹艦みたいな感じで。いいね。色違いで左右対称。後ろの子たちもかな。いいね。左右で覆う感じ。これなかなかですね。これはなかなか良いのでは。いいね。1コルベットに7機詰め込んだか。これも技ありですね。一個一個が独立してそれぞれの宇宙船に見えるようにうまくできている。さすがだ。七星さん、こんばんはいらっしゃいませ。いいところにコルベット鑑賞会やってますよ。今日はあと40分ぐらいのとこなんでね、よかったら最後までお付き合いください。よろしくお願いします。いい感じのワンコルベット7機。これは技ありなんじゃないでしょうか。いいね。ワンコルベットに7機入るんだね。ちょっと明かりを真上に持ってきます。いいですね。こっちがいいな。カラーリングがね、非常に良い。いいですね。たまにこういうの作りたくなるんすよ。いいと思うんすよ。男の子はこういうの好きだからね。すごくいい。めっちゃいい。やっぱね、王道っていいんすよね。王道ってすごくいいんだわ。いいですね。ねえ、めっちゃいいですよね。やっぱりね、ああいうこういうね、ヒーローものの飛行船団はね、みんな男の子好きなんで、王道のカラーリングとね、ナンバリングとね、やっぱね、大事なんすよ。こう、ジュルリってなっちまいますね。たまんないんすよ。そう、僕らの好きが全部ここに詰まってる。そう。コルベってやっぱ自由度高いっすよな、これがね。最高なんですわ。これ。これ。で、それぞれに必ずちゃんとエンジンがついてるっていうのがね。ちゃんとそれぞれが光の線を引きながら空を飛ぶデザインなわけですよ。これが素晴らしい。いいですね。各機体もね、なんかそれぞれコンセプトがあるから、それがまたいいよね。ちゃんと前衛と中衛、後衛で役割がちゃんと分かれてるこのデザインがすごくいい。いやー、いいですね。いいですね。うまいんだなー、これが。一つ一つがしっかりクオリティ高い。そうなんですよね。すごいですよね。一個一個独立してちゃんと宇宙船なんですよ。
これすごいな。ほら、ちゃんとこの角度から見てもね、カッコ先端ですからね、これ。一個一個がちゃんと船として独立してますからね。新しい船作ろうとしてもスロットが足りない。そう、そんな問題もこのスタイルで解決。ワンスロットでなんと7隻。熱い。ワンスロットで7隻作れる。これもテクニックですな。黄色赤がいいですね。いいね。すごくいい。よきよきグッドでございます。いいですね。これどういう風な、どの角で撮るのが一番いいだろうな。悩ましいね。これは撮影の角度が非常に悩ましい。やっぱこの鮮烈なカラー。王道カラーだからやっぱり全部の色が一番映える配置と光源の向きで、やっぱこの辺かな。全体のカラーとかをバッチリ見るのであれば。ただ、全部の船をまんべんなく見ようと思うと、やっぱりこういう、上からもいいじゃないこれ。ねえ、上からもいいじゃないみんな見て、これ。非常に映えです。非常に映えております。すごくいい。いやー、好きだね。あれ、ちょっと待って。もうね、グラスを持つとね、マウスに引っかかって動かしちゃうの。すごくいい。どうしても青か赤、青か緑どっちか見切れちゃうけど、この辺にしとこうかな。いやー、いいね。このカラーがいいな。すごくいい。一旦この辺に持ってこうかな。一旦この辺にしとこうかな。この辺だね。全体を収めようと思うとこの感じだわ。この感じ。いいですね。非常に良い。非常に良いですぞ。いいぞ、これ。いいぞ、これ。さあ、皆さん、スクショ撮っちゃってくださいよ。ちょっとコメント欄とか邪魔かもしれないですけどね。結局コメント欄とか、Y の姿消すギミック、配信画面に入れるの忘れてた。ごめん。今言ってて思い出した。前に言ったもんね、これ。スクショ撮りやすいようにここら辺消した方がいいよねって話したもんね。忘れてた。ごめん。みんないい具合に撮っちゃってくれ。あとね、あれしたい。コメント欄を避けた配置からも本当は撮りたいんだけど、ひまじいさん、新しく建造したコルベット、フェデラルコルベットのカラーは赤黒です。いいっすね。赤黒もいいよ。好きよ。いいカラーリングだ。近いとね、やっぱ全体が撮れないからね。下から見てえな。下から見たかったな。これはなかなか。ディエさん、たまらずケイタロさんのところに合わせて現地にさあみんな集まって現地で見るなら今がチャンスだよ。パンダさんのこういうやつ、パンダさんの新しいやつ、現地で見るなら今がチャンスだよ。みんな、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。さあ、次の方もちょっと待っててね。出た。Y の好きなタイプの。堅実系のやつだ。Y の好きな堅実なやつ。ちょっと待っててね。前衛スピード、中衛バランス、指揮、機関、後衛、長距離砲防御みたいなコンセプトかな。そんな感じな気がする。やっぱり真ん中の指揮官がね、少し防御固めなのがまたいいですね。そう、それがいいんですわ。いやー、良きですなー。もしくはあれかもね、貨物とか補給かもね、後ろのやつは。もしかしたら。やっぱ、バランス取って配置されてるのがまた良き。非常に良き。なんか今。おっと、戻った。いいですね。カチュウさん、こんばんは。いらっしゃいませ。お久しぶりですね。かなり久しぶりじゃないですか。ありがとうございます。こんばんは。合体しそうな激アツコルベット。いいね。
素晴らしいですよね。激アツでございます。もう一回カメラ飛ばそうかな、じゃあ。もう一回カメラ飛ばしちゃおうかな。この辺かな。後ろは貨物系です。やっぱり荷物補給か。荷物運ぶ系だ。なるほどね。補給系ですわ。これが良きですね。これは良きですよ。あとね、全体がね、やっぱ、戦隊ヒーローもののようなカラーリングがさ、すごくよくできてる。いや、いいね。配色がいいね。またね。すっごいいい感じなんだ。デザイン互換性ももちろんそうなんだけど、同系色をうまく挟んだりして、そういうバランス取ってるとこもね、またすごくいいと思う。後ろのね、みんな気づいてるかな？後ろの貨物系の船のさ、カラーリング。まあ、デカールで黄色が入ってるのはもちろんなんだけど、黄色の方にもね、あえて紫色のパーツが刺してあるんだよね。いわゆるこの姉妹間のカラーリングをあえてここでバランスを取ってる感じ。黄色と紫をお互いに含ませてるっていうこのカラーのバランスがね、これがね、職人芸ですよ。多分ね、ふと見た時にあんまり気づかないんだけど、よく見ると、あえてそういう風に対になるカラーバランスが取られてるところがね、まさに職人芸、技ありでございます。さすがだね。やっぱさすがだね。こういうところだね。やっぱ。これすげえな。そう、隠れたこの色使いのこういう細かいところがね、味になるんですよね。うん。ねえ。なるほど。ねえ。これやっぱこういうところなんですよ。最近は、パーマネントデスモードを旅しておりました。何そのパーマネントデスモードって。ノマスカ以外のゲームの話？ノマスカの話？パーマネントデスモードっていうのがあるのかい？みんなあれだね、いろんなゲームやってるね、やっぱりね。いいね。みんな自分の新しい世界を開拓してるね。やっぱ赤はやっぱりエース機かな？やっぱね、赤と黄色はね、先頭にいるイメージだよね。うん。やっぱ先頭はね、赤とか黄色とかね、そういう感じなんだよね。ワンチャン青が先頭でもよかったけど、あえてこの、相棒枠だね。ライバル枠というより相棒枠で一歩後ろから補助する感じも好きだね。これね、いいね。多分何も考えずに塗ったので、そう言われちゃうと。パンダさん、そういうことにしとくんだよ、そういう時は。そういう時は、そうだねって、そういう時に、そういうことにしとくんだよ。パンダさんの腕ってことにしといて。そういうことにしといて。死んだら出た消えるやつですね。へえ。ノマスカですね。死んだら終わりモードです。そういうのあるんだ。厳しい。あるんだ、ノマスカにもそういうモード。ノマスカにもありますよ。いわゆるハードコアモードですが、にっこり。みんな極めてるな。もう刺激が足りなくなっちゃったのかな？刺激求めてちょっとひりつく感じが欲しかったのかな？いやー、攻めてるな。ディープというかすごいな。ディエさん、わらわら。パンダさん、そう。つまりパンダさんの腕です。皆さん。これはパンダさんのテクニックですよ。みんな、勘違いしちゃいけない。国風が先走ったわけじゃないからね。パンダさんのそれは腕だからね。いやー、パンダさんありがとうございます。いいもん見せてもらいました。なんかいよいよ重くなってきたね。実績でありましたね。パーマネントもデスモードで銀河の中心に向かうとか。そんな実績あるんだ。えぐいな。正直いける気がしない。なんか国風平気で1回ぐらいは死にそうな気がするから正直怖いぞ。ディエさんパチ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 ありがとうございます。いや、いいもん見せてもらった。では、お待たせいたしました。次は龍騎さんの出番でございます。どうぞ入っちゃって。いらっしゃいませ。いいわよ。ありましたね。さすがになかなかやる気にならないですが。やっぱね、いわゆるそのデスモード。一回死んだら終わりの状態で中心向かうは結構ね、神経使うというかね。結構大変よね、そうなるとね。なんかこうやって見るとニップって明るいんだな。緑がツヤツヤで。なんか憎いな。憎いですな。ニップがなんか光源っぽくなってるの。来ました。ありがとうございます。57カラーで入ってきております。ありがとうございます。やっぱ追われてるよね、君ね。ピンポイントでおもろすぎるだ。じゃあカメラ飛ばしますか。
じゃあカメラが参ります。よろしくお願いいたします。一回じゃあ、ライト上に飛ばそうかな。ボーン。こっちかな。もうちょいこっちかな。いいね、明るいね。こんな感じでございます。急ピッチで内装を終わらせましたので、雑なとこあるかも。じゃあ外装をぐるっと見た後に内装、じっくり見させていただきます。高難易度になるとワンスタックの上限も少なくなりますからな。そういう難易度も上がるんだ。いける気しないな。なんか、いわゆる建築とかゆっくり旅とはまた違うっすね。自分との戦いでひりつく感じですね、まさに。これでも面白そうではあるんですけどね。いいですね。まずは全体像からぐるっと見させていただきます。これもね、いわゆる工業船ですね。お仕事するための宇宙船ですね、これは。大量の荷物運搬。そういう役割を帯びている船なのでしょう。荷物が大量乗っております。これってこんな色使えるんだ。こんなにカラーリング分けられるの知らなかったな。なんか貴重なもん乗ってそうだな。ちょっとみんな襲撃してこいつで暴こうぜと思ったら下に危ないもん乗ってる。やっぱやめとこうぜ。危ないぜ。こっちはなんかあれだね、工芸品というかなんか価値のあるものが乗ってそう。おもろそう。いいね。炭素とか500しかスタックできないってきっつい。 500?500 少ないっすな。ワンスタック10に、これはディエさん、わら。これは来たね。そう、こういうのだよ。こういうの。めっちゃ仕事するんだね、これね。いいよ、好きよ。あれ、乗組員がいっぱいいる感じもね、表現されてますね。荷物の下がレールみたいにも見えるのも実にね。これもまたいいんだ、これが。あえてこのレール上のところにいろんなもの乗っけてる感じがね、すごくいい。いいね。あれだね、現地での工事とかも一緒にやるんだろうね。それも担ってる感じだ。一個一個ステッカーの色とか考えてカラーリング変えるの難しかった。いいですね。こだわりが見えますね。あ、後ろのもだ。偉い。この辺のカラーリングもちゃんと全部分けてある。すごいね。でね、影になって見えないけど、ちゃんと下の青いやつにもね、ステッカー貼ってありますよ。偉いですね。芸が細かいですね。さすが。やっぱ妥協してないね。やっぱ細かいとこまで芸が行き届いてますよ。あ、こっちにステッカー貼ってあるね。いいね。あ、すごい。ちゃんと全部貼ってる。今、センチネルのドローン風の船に乗ってるんですけど、出動した方がいいですか？今、どんな状況？今。神は細部に宿る。ほんとそう。ものづくりってそうなんだよね。細部に宿っちゃうんですよ。やっぱあれだね、荷物一個一個に意味ありそうだね。こうやって見るとね。今さ、ほんとカメラ見てるとさ、音が聞こえないからさ。わ、なにこれ？見たことないステッカーだ。UN42。こんなステッカーあるんだ。まだアイテム開放してないから、見たことないステッカーもちょいちょいある。おもろ。いいっすな。非常に良い。良きですね。で、一段上がったところ。こっからまた乗り降りができますよと。じゃあ内装このままね、勢いで失礼いたします。いいですね。いいですね。あえて居住区むき出しにして工業的な質感を出してる感じが斬新。ねえ、センスあるんですよね。この空気感、このザラザラした感じ出せるのはね、やっぱり職人芸なんですよね。いいですね。荷物いっぱい乗ってるね。いいね。いいね。汗の匂いがするね。いいよ。こういうの好きよ。やっぱね、仕事働く船はね、汗の匂いがしてなんぼですから。で、ここもね、エンジンがね、こうやってコントロールができると。いいですね。いいっすよ。りゅうきさん、今日もお仕事ご苦労様です。今日もお疲れ様です。りゅうきさんまた頭変えた？いい感じやで。非常にいい感じ。エンジンルーム、そうかもめっちゃ合う。それ。控えめに言って、天才ですね。天才ですね。これは大事だから2回言った。そう。2回言うべき案件。まさにそう。反対側は左右非対称で別にしてあります。国和さん、スカイダイビング専用のコルベットも作ってあります。なんと、スカイダイビング専用とな。これはまた熱いですな。壁を貫通して直接隣にお邪魔します。ズドン。ここもエンジンルームいいですね。あ、ここはあれだね。少しデザイン違うね。
ここは貫通してないんだ。ちゃんとちょこっと書いてある。おっと、ここは、サーバールームだ。いいね、サーバーパーツが、ちこちっとあって、そこ窓があるという。いいね。で、真ん中に行くとね、ここのセンターがあるんだよね、真ん中がね。完成もできる。左右非対称、最高ですね。素晴らしい。やっぱ大事だよね。左右非対称って難しいからね。あとはリアルに設定があったりするとね、それがまた光るんだ。また光るんだね、これが。設定があるとね。いいんだぞ、これ。これがいいんだぞ。いいね、こっちは植物ですよ。こっちは居住スペースというか、あれだね。生活可能なスペースがあるね。ベッドがあって、くつろげる食事スペースもあって、植物もここで育って、観葉植物もあり、水槽っぽいものあり、下から直接来れるんだ、この部屋。そして窓からの景色がいい。この辺即してるのがいいね。左右非対称なのは反対側と1階と3階です。分けてあるんだ。ここは一緒か。違うように見えたけど一緒だったわ。ごめんごめん。下入ります。じゃあ下だね。ここが左右非対称だって。じゃあ荷物貫通からのドン。お邪魔いたします。うわ、もうちょい行くか。はい。なになんだ。てかさ、この青いやつ。これロッカーか。こんな感じで埋めたんだ。違和感なかったな。いいね。こっから入って、荷物の感じ全然違うね。こっちはラックが設置してあるんだ。なるほどね。ラックいいですね。ボンベもいいですね。大量のロッカーもいいですね。じゃあ、あれが船員向けの部屋だ。パワードスーツとか収まってそうな。そうだね。しかもここがほら、みんなの寝室だよ。いいね。こっちはあれだね。船員のお部屋だね。いいね。ちゃんとね。それぞれのブースの役割がちゃんと個別に収まってるのめちゃめちゃ偉いね。ちゃんと居住区だ。だからここに階段あるんだね。居住区の方から上にアクセスできますよと。ここにもエンジンのコントロールルーム、コントロールサーバーがあって、で、そのまま上に行くと、生活感があるね。いいですね。で、サーバーがあって、ここちゃんと道が制限されてるのがいいですね。ここから上がってって、外も一応見えるけど、ここの最低限のルートを通って、真ん中に行くと、ここの指令室みたいな、管制室みたいなところに入れますよと。ここで作戦とかもできるんだろうな。今日の仕事の範囲はこの赤のランチのところです。赤のところまで行って、そこの地面を平らにします。そこに荷物を搬入しましょうみたいなこともここでやるんだろうね。そうでしょ？そうなんでしょ？ここはそういうことをする場所なんでしょ？きちんと暖房完備、偉い。宇宙空間冷えますから、偉い。船長の配慮。部下に対する配慮。できてますね、配慮が。ここもね、そう、今指差しだけど、この辺も整ってますよね。ここでいろいろコントロールできますからな。これも素晴らしいですな。いやー、いい出来、これは。ここで宇宙にも行けますよ。素晴らしい。いやー、めちゃめちゃ良かった。ギュン。ちゃんとね、アンテナもついてるからね。素敵が過ぎる。ね、ちゃんと乗組員の配慮ができてるいい船でございますよ。ちゃんとリアルだね。ちゃんとね。いいなぁ。さっきのサーバー、こっから見るとこんな感じになってるのね。生えてるね、非常に。ここ、あえてそのままなのもいいね。いいね、いいですね。働くコルベットいいのね、いいですよね。こういうコンセプトコルベットいいですよね。あとね、この後ろの配置がね、やっぱ、こっから見た時にやっぱ工業感がちゃんとあるんですよ。そう、この工業感好きなんだ、これが。ちゃんとね、いろいろ理にかなってんだよね。
このコックピットはこの感じの船作るときにコックピットにあえて手を加えない方がいい感じになるほどね。これも一つ技ありですな。足はセンターだね。センター足だね。良きだね。こういうのもね、好きよ、おじさん。センター足嫌いじゃないよ。おじさんセンター足嫌いじゃないよ。何様かわからない発言。いやー、すごくいい。これだね。リアクターもなんかこういう付け方するとなんかね、ここから噴射して着地の時に役立ちそうなデザインしてて、これもまたいいね。味がある。いいね。あ、なんだ、リアクターも左右非対称じゃない。なるほどね。そういうのもありか。素材の活かし方がうまいね。まさにそれですよね。元ある形のものがそのままね、なんだろう、そこになんだろう、いわゆる信憑性というか説得力を持たせてる感じがすごくいい。そう。なんだろう、裏技とかをあんまり複合せずには説得力を持たせてるのがね、すごい得点高いです。やりますね。非常にやりますね。いい感じのお写真。これはね、多分ね、全体のお写真というよりも、多分ね、どちらかというと、こういうところのお写真の方が熱いと思うんだ。個人的に。どっちがいいだろうな。こうかな。どうがいいだろうな。こうかな。どの位置が熱いだろうな。こういう感じが、いいんじゃないか。どうだい？持ち味生かせハマさんちのお父さん。持ち味を生かせ言ってたか。たまらないアングル、水素の音。いい。そうか、光源あるから、これでも映えるんだ。いい。なんで映えるじゃんちょっと待って。飛んでる。落ちてる。食い込んだ。あえて中央何を置いてません。荷物の搬入などがやりやすいように分かってらっしゃる。さすが、そういうとこがね、大事なんですよ。こういう説得力を持たせる上で。分かってらっしゃる。すごいね、照明の置き方でだいぶ味変わるね。夕方なのかもしんないし、早朝なのかもしんないし、ね。まだまだ昼時なのかもしんないし。いいね。無限落下が説得力、そう。こういうのがあるとね、なんだろう。これさ、ごめん。国和のわがままなんだけどさ、また今度さ、この月の惑星じゃなくて、こういう月じゃなくて、普通の地球惑星みたいな太陽の映えるところに、この船持ってきてそこで見たい。多分ね、まともな朝焼けとかまともな夕焼けとかの明かりの方がね、時間の説得力が増してね、それはそれでまたね、すごいいい絵になると思う。どの角度の明かりでもいい。ほら、この星さ、明かりが尖ってるじゃん。そう。だからこれゆえの独特なその映えが撮れるのはね、もうここの基地とか、こういう星の特権ではあるんだけどさ、この辺はね、この明かりでもいいんだけど、夕日とか、そう、荒野でも生えそう。そう、荒野とかにも生えそう。そういうことなんですよ。もっと武骨な、もっと環境的に影響を受けそうな場所にこいつがドンといたらすごい映えるなって思ったっす。今度またそこでも見させてください。めっちゃ良い。すごく良い。ケツの説得力。そう、できる女はケツで物言うすからね。そう、ちょっと女って言ったらまたあれだけど。嵐来てもいい絵になりそう。いや、そう。働く乗り物はね、環境が荒れててもそれすらもね、BGM に変えてしまうから。そう、働く乗り物ってそうなんですよ。環境をね、自分を飾るための背景に変えてしまうんですよ。彼らって。でかいライトめっちゃいい。なるほどね、ライトこう使ったか。でかいライトめっちゃいい。なるほどね。これはやってくれますね。やりますね。さあ、お写真どうしようか、じゃあ。
手前のライト邪魔だな、これ。もう、本当にさ。絶妙に被るんだよね。あ、ワイヤーグリッチ消すの忘れてた。まあいいや。こっちだな。じゃあこっち側だな。こっち側に移してからの明かりの位置を変えよう。手前のライトちょっと邪魔だな。手前のライト邪魔だね。しゃあね、諦めるか。上からだな。すいません。上アングルで撮らせてください。ちょっとだけ重たいか。ここが一番明るいポジション。いい感じだね。これもスクショタイムでございます。いいね。でかいね、またね。サイズ感がいいさ、サイズ感が。ちょっぴり入れることで、お仕事線の誘導してくれるようにも、見えなくもないように見えなくもない。手前のヒライト。確かにそうか。ヒライトの収め方うまくすると誘導に見えるか。あれか、ちょっと地面に近かったか。地面に近かったかもね、もしかしたら。あと、ワインがここら辺に着地して、で、いっちゃん下。この位置だとちょっと近いか。床に生やした手すりが邪魔だ。これは失敗だ。この辺が限界かな。そうすると。なんかでっかい、本当に車っぽい。このカラーリングもいいんですよね、カラーリングも。オレンジっぽい。黄色寄りのオレンジ。赤寄りじゃなくて黄色寄りのオレンジがね、またいい色出してるんですよ。働く乗り物ってこんな感じなんですよね、カラーリングがね。いい感じだ。やっぱ荷物見えるのがいいな、暑いな。わかる？汚れなんざ気にしねえ。そうなんすよ。広いので地上に置ければエクソクラフトも乗せれる。超有能。あまりにも有能すぎる。何でもできるやん。じゃあもう何でもできるやんけ。皆さんどうですか？この角度で一旦いかがでしょう？この角度でスクショタイムでございます。七星さん、私は今日はこの辺で撮影会楽しんでください。ありがとうございます。七星さん、ありがとうございました。いや、来てくれて嬉しいです、本当に。またね、時間合う時に覗きに来てくださいね。ありがとうございます。七星さん、今日もいい夢見ろよ。ゆっくり休んでください。ありがとうございます。はい、七星さん、お疲れ様でした。いや、ありがたいですね。こうやって顔を覗かしてくれるのやっぱ嬉しいですね。みんなやっぱね、他の配信見に行ったりとかで忙しいみたいだからね、悲しいけどね。出してくれるのやっぱ嬉しいね。いや、ほんとありがたいですよ。皆さんのおかげで私の配信は成り立っておりますれば、ありがとうございます。みんなが次々画像を送ってくれる。慶太郎さんありがとうございます。写真送ってくれてるや。スクショ上手。いやー、ありがたいですね。国数コレクションが増えていく。いやー、ありがとうございます。いいですね。これいいですね。いいぞー、これ。これいいぞー。みんなね、現地に来てパシャパシャ写真撮っちゃってくださいね。バンバン撮っちゃってください。今日は申し訳ないですけど、この後国数すぐ寝るので、ちょっと写真をアップロードするのはちょっとみんなにお任せしようと思います、今回は。明日の職場で食う弁当2食分用意しなきゃ。当直だとね、昼に食う飯、夜に食う飯2食分持ってかないといけないんでね、弁当を詰めする時間があるんでね、弁当を詰めて寝るフェーズがあるんで、写真はもうみんなにお任せします。なかなかいい写真でしょ。めっちゃいい。慶太郎さんの撮った写真。よかったら慶太郎さん、これ写真また、上げちゃってください。X の方でバンバン。みんなね、お互いの X でお互いの撮った写真をね、見せ合いましょう。みんなで写真共有して、みんなでね、いい角度とか、みんなの写真センスのね、光ってるところをね、みんなで自慢し合っちゃいましょう。みんなでやっちゃいましょう。大変だ。いや、そうなんですよ。大変なんですよ。そういう手間なければね、もっと自由に時間過ごすんだけどね。一時の更新をこなせないのは残念ですな。そうですね。結局もう前みたいに夜型の生活でね、ゴリゴリ遊べなくなっちゃったから、それが厳しいですよね。
まあもっと余裕あったんだけどな。この辺の余裕があったからちょっと調整難しくなったかな。調整ちょっと難しくなっちゃったな。まあ今の職場もいつまでいるかわかんないですからね。またポロッと変わるかもしれないですけどね。職場次第。まあ休み自体は今の現場すごく多いんで。1回の勤務時間が24時間なだけで。結果的に月のお休みの日数はね、めちゃめちゃ多いんで。あとは、体力のバランスうまく取れればいっぱい遊べるのでね、そこは国数慣れ次第。まだ今の現場入ってから、1ヶ月半 ?1 ヶ月は多分経ったのかな ?1 ヶ月半ぐらい経つのかな今の現場入って、まだまだ。3ヶ月も経ってない、半年も経ってないからね。まだまだ国数はこれからっすよ。国数の冒険はまだまだこれからだ。そんなこんなで、残り7分となりました。残り7分となりました。まだ後ろにこのコルベット控えていただいてるんですけど、次でラストにしようかな。じゃあすいません。今2台見えるんですけど、次でラストにさせてください。待て。フリーズしたかも。固まったかも。まずい。まずい。まずいですよ。危ね、戻った。国数上にいたのか。危ねえ。まだまだこれからだ。国数先生の次回作にご期待ください。フラグ。バチバチのフラグ。危なかった。危なかった。持ってかれるとこだった。手すりと照明消しました。消されていたか。編集済みでござるな。が、遥か上空。ではですね、次のコルベットをラストにしたいと思います。今ね、2機ぐらい見えるんですけどね、採掘船とね、見えるんですけれども、お時間ですので、次でラストにしたいと思います。皆さん、本当ありがとうございます。さあ、おいで。さあ、いらっしゃい。なんか戦闘モードになってんだよな、こやつらな。俺、何もしてないんだけどね。やめてほしいんだけどね、なんかね。そうやって囲うの良くないと思うの、僕。何もしてない人をそうやってさ、こうやって威嚇するのって良くないと思うの。威嚇音がうるせえ。ジョキャキャキョンキャキャジョンキャキョンキャキャキャ。めっちゃ喧嘩売ってくる。いやーね、もうカメラ飛ばすならね、この辺から飛ばしたいんだけどね、本当は。向こうから飛ばすとね、反対側に回った時カメラのリーチが短いからね、結構厳しいんだよね。みんな諦めてくんないかな。諦めてほしいな。めっちゃ喧嘩売ってくるじゃん、マジで。さあ、もう無視していいよ。次の方どうぞ。もう建物の中からカメラ飛ばすわ。じゃあ基地の中に入れば。なんでお前基地の中おるねん。やめろよ。なんで基地の中へ。こいつら何、床貫通してくるの。こいつら床貫通するんだ。知らなかった。こいつ今床ぬるって抜けてきたよ。2払い賃金支払ってください。こっちに催促されていくスタイル。嫌すぎる。ここで催促されんのあまりにも嫌すぎる。この規模の船動かすの久しぶりだから地味に悲しいですな。拠点の中いてもダメか。センチネルの戦闘状態解除。あざーす。じゃあカメラ参ります。国数行きまーす。じゃあ本日ラストでございます。いらっしゃいせー。王道ですな。いいね。エーロンパーツのちっちゃいアトラスがまた映えてますね。赤い玉が4つ。いいですね。王道ですね。こういう王道コルベットは好きですよ、おじさん。いいですね。なんかコルベットとはまさにこうっていう感じのデザインのまとめ方がね、すごい好き。下の方にもエーロンの赤い球体が。赤の刺し方がいいですね。赤の丸の刺し方がとても良い。とても良いぞ。
地面に潜っても追いかけてきます。多分バグ。悲しすぎるでしょう。そんなバグ切ないて。当たり障りなくでした。一番王道ですね。王道はいいぞ。王道はいいんだ、これが。出入り口はこちらです。新しく建造したコルベット。山高型コルベットより最高傑作かもしれない。なんと熱い。それも次回配信に、あれですね、お楽しみですな。次回のお楽しみですな。わー、めっちゃ戦闘機がおる。時間制限。ナイス失礼します。ナイスはこれからっすな。ナイスはこれからのパティーンですな。映えてますね。映えてますよ。すごくいいです。内装はまだないそうです。ワクワク、ワクワク。コルベットを楽しみにしながらの。でもいいですね。コルベットとはこうの王道今一番行ってますね。一番映える位置はこの辺なのでは、もしかしたら。コルベットの中心で宇宙を叫ぶ。いいですね。ちょっと失礼。あなたが今日の主人公。そのままサムネイルに使っても差し支えない。そういうレベル。いいですね。すごくいい。映える。非常に映える。やったぜ。いいですぞ。いいぞ、これ。これいいぞ。いいですね。コルベットやっぱこうだよね。なんかめっちゃ飛んでる。戦闘機めっちゃ飛んでるね。得意技は選手の形状を生かした突撃です。ああ、そういうこと？ハンマーヘッド的なこと？鼻先ガチガチ系か。なるほどね。国和さん、後で DM に1枚だけスクショ起こりますね。ありがとうございます。あ、皆さんね、あれですよ。撮った写真はですね、もう、おのおの自分の X の方にバンバン貼り付けていただいて、バンバン貼り付けていただいて、みんなでガンガン共有しちゃってください。ここで撮影したね、コルベットの写真はね、みんなでね、大事に共有できればと思うのでね。はい。私、独り占めするつもりは全くございませんので、ガンガンも X で共有しちゃってください。で、流れてきて、国和がそれをまた見てニヤニヤすると。ああ、みんなが写真撮るとこんな感じで、ああ、この角度もいいな。ああ、これもうまいなっていうのをね、ニヤニヤしながら写真をベロベロするというね、いつものやつやらせていただきますんでね、そういう感じでよろしくお願いいたします。もう大好きなんだ。癖になってんだ。写真ベロベロすんの。永久期間始まっちまう。突撃して至近距離でポジゼロ連射ツーンよ。戦闘力上。戦闘力強火。いいですな。火力強火ですね。やっぱね、王道はこうじゃなくっちゃ。いけませんよ。これがね。本当にそう。やっぱいいな。エーロンパーツ王道だからまとまるとやっぱ映えるね。すげえまとまるよね、やっぱり。赤のラインってまとまるとこんな感じなんだよな。後ろにまとめて、前の方はデカールとかだけど、下の方に青を入れて。こうやって見るとデカールとか細かいパーツも赤がちょくちょく入ってるんだな。ゆえのバランス。いいですね。バランス感覚が非常にいい。非常にいいですぞ、これ。最後の写真はこの辺かな。光の感じがちょうど良さそうなんで、じゃあここで最後のスクショタイムといたしましょう。最後のスクショタイムでございます。さあ皆さん撮っちゃってください。ああ、時間ちょっと過ぎてしまった。これラストね。ラスト。じゃあこれもね、まあ60秒ぐらいのところで皆さんよろしくお願いいたします。まあチョコでペラペラと喋りながらね。今日が土曜日か。明日お仕事行って、あさって秋休み。多分ね、日曜。月曜か火曜日だね。次の配信は月かどっちか。月曜日だと昼間になるかな？どうだろう。もしくは、火曜日だとまた今の時間になるかな。
いいぞー、これ。これいいんですわ、すごく。時間ギリギリに滑り込み申し訳ない。いや、間に合ってよかったですよ、時間ギリギリで。よかったー。次はね、もっと長い時間取れれば最高だね。月曜日だと明け休みで眠いんだけど、うまく調整できれば、体夜型の方にシフトして、そこで夕方から夜でまたいつもの深夜時間までね、配信できれば最高なので、その感じでできたらなと思っております。そう、上に出ても確認できるから、実用性も20丸ですな。ね、素晴らしいですよね。やっぱここら辺の実用性があるって本当にすっごい大事だと思う。実用性大事。素晴らしい。よし、じゃあ、こんなもんにしときますか。最後にその喫煙所の様子を見て終わりにしたいと思います。じゃらん。こんな感じで喫煙所やってくれました。ありがとうございます。ステッカーの配置とかも多分今調整中かな。タバコゲックで。この辺もね、次の配信の頃にはもうちょっと細工をいろいろ入れてね、やっていきたいところでございますよ。最後に一服タイム。一服していきましょうか。ここでね、最後にね。一服タイムでございます。ちょっと待って。これじゃないや。多分ね、これもいつものやつに変えて。タバコの配置がちょいとずれてるが、こういうことで、皆さんこういうことで一つ、皆さんこういうことで一つ、よろしくお願いいたします。スパスパッとね、煙をスパスパする感じでね、一つよろしくお願いいたします。タバコに火をつける。ここ喫煙者どんぐらいいます新しい船のコースはついた。でもスロットが足りない。ユニティに消す船ぶち込むか。いいかもしれない。ここであれですね。やっぱユニティでね、自分でワールド作れると強いですね。気に入ったコルベットはそっちに保管できるっていうのが強い。それは強いですわ。じゃあ今日の配信はね、こんなもんで、締めていきたいと思います。さあ、この明かり気に入ってる。やっぱり黄色い明かりも消えてる。なんか映える背景で終わらせたい今日この頃の渡す。この辺かな。ちょっと無理やりね。じゃあこんなところで今日の配信は終わりたいと思います。火をつけろ。燃え残ったすべてに。国和さんお疲れ様でした。ニップニップ押し付けますね。なんでどうしてみんなニップニップ置いてくの。どうして全然吸わないのに。お疲れ様でした。皆さんありがとうございます。今日ね、配信ありがとうございました。面白いと思っていただけたらね、忘れずにグッドボタンの方よろしくお願いいたします。ハートありがとうございます。これね、地味に嬉しいんだよね。このラストのところでこのハートとか飛ぶの。いや、本当ありがとうございます。じゃあ、これをね、また明日のお仕事の糧にね、もやし殿お疲れ様です。滑り込みですな、もやしし。大丈夫？元気してる？たまにね、また生存確認してくれていいからね。めっちゃハート連打ありがとうございます。画面がバグる。いや、本当に。じゃあこれで配信終わりたいと思います。今日もお疲れ様でした。ありがとうございます。次回また月曜日か火曜日にお会いいたしましょう。はい、りゅうきさんもお疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあ、これから寝る人たちはみんな、いい夢見ろよ。お仕事の人は頑張っていってね。お疲れ様です。いってらっしゃい。おやすみなさい。押しまくった。いつもありがとう。パトカー来てるって。パトカーもまた次回でお願いします。はい、ケタラさんもお疲れ様でした。またね。お疲れ。エンディングです。